皆さんこんにちは。田中です。今まで私自身の姿を YouTube でお見せしたことがなかったので、誰って思っている方もいらっしゃると思うんですけど、私が YouTube チャンネルランジャパニーズ with 田中さんを運営している田中です。今日は田中ラジオスペシャルということで、皆さんからいただいた私へのご質問にお答えしていこうと思います。いつもの田中ラジオは台本を用意して話しているんですけど、今日は皆さんからの質問はこのノートにメモしてきたんですけど、台本は作っていなくて何を話すか全く決めていないので、うまく話せるかわからないんですけど、ぜひコーヒーとかお茶とか何か飲み物を飲みながらリラックスした感じで聞いていただければと思います。私も飲み物を飲みながら話していこうと思います。この中身は今日は水です。そうだ。で、私が今着ているこの服、自分でデザインしたんですけど、いつもたまに YouTube で出てくるカタツムリさんと、ここに自分のペースで進むって書いてあります。これ作ったのが1ヶ月前ぐらいなんですけど、なんか今年日本の夏ものすごく暑くて、今日9月下旬ぐらいまでずっと半袖で過ごしていたんですけど、やっと最近になって秋らしくなってきて、でもクローゼットを開けたら、なぜか秋冬の服が全然なくって、去年一体何を着て過ごしていたんだろうって思うぐらい。なのでちょっと今年は一枚このスウェットを自分で作ってみました。これはグッズとしても販売しているので、もし同じのが欲しい方は概要欄からチェックしてください。それでは皆さんからの質問に答えていきたいと思います。まず最近私のチャンネルを見始めてくださった方も多いと思うので、ちょっと簡単な自己紹介から始めたいと思うんですけど、私は日本生まれ日本育ちの日本人で、今も日本に住んでいます。で、もともと YouTube を始める前に、Instagram の方で、ランジャパニーズ with 田中さんというコンテンツを始めて、それがだいたい4年前ぐらいですね。その時は動画じゃなくて、漫画とかイラストを使って日本語を教えるっていうコンテンツを作っていたんですけど、今から3年ぐらい前に YouTube を始めて、今はその動画をメインとしたコンテンツを作ったり、あと最近は本を執筆したりしています。今どんな仕事をしていますか？今まで一度も私の職業についてお話ししたことがなかったんですが、今日はちょっと話せる範囲でお話できたらと思います。今はこの YouTube の仕事がメインで、動画を制作したり、あとはメンバー限定のオンラインコミュニティを運営したり、それから本の執筆とか、そういう仕事をしています。で、フリーランスになったのが今年の初め頃なんですが、実はそれまでにちょっといろんな仕事をしていて、大学を卒業した後、まず大学の職員になって、その数年後、ウェブデザイナーに転職をして、で、今その会社を辞めてフリーランスになったっていう経歴です。大学での専攻は法律と政治だったんですが、その時は法律とか政治に興味があったわけではなかったんですよね。大学を卒業する時も自分がどんな仕事をしたいのか全然わからない状態だったんですが、大学の頃に1年ヨーロッパに留学をしていて、で、その時の経験から大学で留学生のサポートの仕事をしたいなと思って大学に就職しました。で、だんだん日々の仕事をする中で、クリエイティブな仕事をしたいっていう気持ちが強くなって、ウェブデザイナーに転職しました。で、会社でするウェブデザインの仕事も好きだったんですが、その頃にはこの YouTube も始めていて、平日は会社の仕事、平日の夜と土日は YouTube っていう感じで、結構休みがなく働いていた感じだったんですよね。YouTube は仕事っていうよりは趣味だと思っていたので、
そんなに大変だとは思っていなかったんですが、一日の時間って限られているし、自分の体力も無限にあるわけではないので、もっとやりたいことに集中したいなと思って、今年の初めに会社を辞めて、このコンテンツ作りに集中するようになりました。もしかしたらいつかまた会社員に戻ることがあるかもしれませんが、続けられる限りはコンテンツ作りとか本の執筆を続けていきたいと思っています。なぜ日本語学習のコンテンツを作ろうと思ったのですか？もともと日本語を教えることに興味を持ったのは大学生の時で、大学で留学生の友達がたくさんできたんですよね。で、その友達に日本語を教えたり、逆に英語を教えてもらったりする中で、日本語を教えるのって楽しいなと思うようになりました。さっき学生の時留学をしたっていう話をしたんですけど、留学中にも日本語を現地の方に教えるっていう機会をいただいて、その時初めて長期で海外に滞在したんですけど、最初の頃は私が周りの人に助けてもらってばかりで、なんか自分が全然役に立てていないなってすごく思っていたんですよね。でもその日本語を教える経験を通して、その生徒さんからも感謝されたりして、それが初めて自分が海外で人の役に立てたっていう経験だったので、すごく嬉しかったんですよね。大学を卒業した後は、その日本語教育に関連する仕事にはつかなかったんですけど、ずっとその留学の時の日本語を教えた経験が頭に残っていて、自分が好きだったその日本語を教えること、それから絵を描くこと、それと英語っていうのを組み合わせて何かできないかなって思った時に、このLearn Japanese with 田中さんというコンテンツを思いついて始めることにしました。そこで生まれたのが田中さんっていうキャラクターで、最近キャラの見た目がちょっと描いてるうちに変わってきて、キノコなのとかってよく聞かれるんですけど、一応マグロのお寿司のキャラクターです。そうだ、皆さんにお話ししておきたいことがあったんですけど、私自身は女性なんですけど、この田中さんっていうキャラクターは一応男の子の設定なんですよね。ちょっとややこしくて申し訳ないんですけど、もともとこの田中さんのキャラを作った時は、全然私がこのキャラっていうよりは、全く別の存在として作ったので、男の子っていう設定にしました。その日本語の解説とかも全部このキャラとしての田中さんがやるっていう設定だったので、作者としての私は全く出ない予定だったんですけど、だんだんフォロワーの方が私のことを田中さんって呼んでくださるようになって、なので、ちょっと作者の田中とキャラの田中が2つ存在している感じになって、ちょっとややこしいんですけど、作者の私を呼ぶときは、英語だったら she を使ってもらって、キャラの田中さんを呼ぶときは he を使っていただければと思います。YouTube をやめたいと思ったことはありますか？やめたいと思ったことはないですね。今まで何回かちょっと動画のネタが思い浮かばなかったり、やる気が落ちてしまって、動画の更新が少し止まってしまったことはあったんですけど、やっぱり時間が経つと動画を作りたいなって思うようになってきたので、やっぱり自分がそういうコンテンツを作るのが、YouTube に限らずですけど、コンテンツを作るのが好きなんだなっていうふうに思います。で、YouTube をやめたいと思ったことはないんですけど、やっぱり前に比べて今はチャンネル登録者の方も増えてきて、なんか前より責任みたいなものを感じることは多くなりましたね。多くの方が見てくださっているからこそ、教育系のチャンネルっていうこともあって、間違ったことを言ってしまわないかとか、このチャンネルはいろんな国の方が見てくださっているので、自分の知識不足で別の国や文化の誰かを傷つけてしまわないかとかっていうのはいつもかなり気にしていて、ジョーク一つとっても使う言葉とか言い方にはできる限り気をつけるようにしています。
本に関する質問もたくさんいただきました。これが今まで出版した2冊の本なんですけど、こっちが去年の3月頃に初めて自分で出版したオノマトペフレンズっていう本で、こっちがつい先々月に出版したハンディジャパニーズコンバセーションズという日本語の会話の本ですね。1冊目の本はどうやって出版したんですか？自分で全部作ったんですか？最初に出版した本は出版社さんから出した本ではなくて、Amazon のセルフ出版のサービスを使って自分で出版しました。中はこんな感じになっているんですが、英語は翻訳者の方にお願いしたんですが、それ以外の内容とかイラストとか本のデザインはすべて自分でしました。さっきもお話ししたように、もともとウェブデザイナーの仕事をしていたので、デザインとかもある程度自分でできるかなと思って作ってみたんですが、本のデザインは初めてだったので、結構やっぱり大変でしたね。でもすごく出来上がった時は達成感がありましたし、Amazon なので世界中から注文ができるので、海外の方も本買ったよって教えてくださったりして、すごく嬉しかったです。この2冊目の本は、黒潮出版さんっていう出版社さんからお声掛けいただいて作った本なんですけど、一番最初のページだけお見せすると、こんな感じになってます。この本は音声がついていて、これはプロの声のお仕事をされている方が撮ってくださったんですけど、個人的にお気に入りなのがこの豆腐さんの声で、すごくエレガントで上品な感じの豆腐さんらしい声を録音してくださったので、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。日本語を学んでいる方はもちろんですけど、全く初めての方でも楽しめる本になっているので、日本旅行の予定があるお友達とか、もうすぐホリデーシーズンなので、プレゼントにもいいかなと思います。今後また本を出版する予定がありますか？もしそうなら、どんなテーマの本を出しますか？はい、出版する予定はあります。実は今、このオノマトペフレンズの第2弾2を出そうと思っていて、今、原稿の準備をしています。私自身も本を作るのが好きなので、これからも本の執筆は続けていこうと思っています。どんなテーマの本をこれから作るかっていうのは、いろいろアイデアがあって、例えば漢字の本とか、あと YouTube で出してる X さんの日記っていうシリーズがあるんですけど、日本語のショートストーリーの本とか、あとは中級上級レベル向けの本を作ることにも興味があります。皆さんがもしこんな本が欲しいっていうリクエストがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。英語以外の外国語を話せますか？英語以外で勉強したことがあるのはイタリア語と韓国語です。イタリア語は大学生の時に勉強していたんですけど、最近全然使っていないので、ちょっとかなり忘れてしまっていて、この前イタリア語でイチゴっていう言葉、フラゴラって言うんですけど、それをど忘れしてしまって、私イチゴも思い出せないんだってちょっと落ち込みました。でも外国語を勉強することはとても好きですし、今まで勉強したことのない言語もこれから勉強していきたいなと思っています。外国語をどのような方法で勉強していますか？今一番頑張って勉強しているのは韓国語なんですけど、勉強というよりは自分の好きな K-POP の曲を聴いて、その歌詞から単語を勉強したり、あとは YouTube のバラエティ動画を見てフレーズを覚えたりしています。社会人になってからなかなか勉強の習慣を作るのって難しいんですけど、最近は私が運営しているオンラインコミュニティで週に1回同じ時間に集まってみんなで自習するっていうイベントをやっているんですけど、そのおかげでちょっと勉強する習慣が身についたかなって思います。メンバーの皆さんはその時間に日本語を勉強されているんですけど、私は韓国語を勉強していて、皆さん頑張って日本語を勉強されているメンバーの方の姿を見ると、ちょっと私も頑張ろうって思ってモチベーションが上がります。
今まで行った国の中で一番良かったのは、先ほどもちょっとお話ししたように、私は大学生の時1年間ヨーロッパに留学をしていたんですね。日本からヨーロッパって遠くてなかなか行けないので、その留学している期間にできるだけたくさんの国に行きたいと思って、電車とか格安飛行機でいろんな国に行って安い宿に泊まって旅行してっていうことをしていました。なので、ヨーロッパを中心に十何カ国かには行ったんですが、どの国もすごく思い出があるんですけど、今パッと思い浮かぶのは、クロアチアの海と空がすっごく綺麗だったことですね。こんなに青い海ってあるんだって思うぐらい海が青くて、行った時は夏だったんですけど、空も雲一つないすっごくいい天気で、とても印象的でした。海外で食べた食べ物の中で一番びっくりしたものは、留学していた時にルームメイトがトルコ人の子だったんですけど、そのルームメイトの家族がトルコから私たちの留学しているところに遊びに来たんですよね。私たちのアパートにも泊まって行ったんですけど、その時にご家族からトルコのお土産をもらったんですよね。こんな四角い箱に入っている。その箱を開けたら、白い綿みたいなふわふわがぎっしり詰まっていたんですよね。それは結局トルコのお菓子だったんですけど、そんな見た目のお菓子を今まで見たことがなかったので、すごくびっくりしました。食べたらすごく甘くて美味しくて、ちょっと日本の綿飴みたいな感じで、食感もふわふわしてて、あれもう一回食べたいですね。今後行ってみたい国はありますか？今一番行きたい国はモンゴルです。学生の時から仲良くしてるモンゴル人の友達が一人いて、ついこの前も一緒にご飯に行ったんですけど、その子からよくモンゴルの話を聞いていて、ちょっと興味があったんですよね。で、最近ネットフリックスでビバンっていう日本のドラマを見たんですけど、それがすごく面白くって、そのドラマのロケ地がモンゴルだったんですよね。そのモンゴルの景色がすごく綺麗で、私は今まですっごい広大な草原とか砂漠とか満天の星空とか一度も見たことがないので、モンゴルに行ってそんな景色を見てみたいなって思っています。あともう一つずっと行きたい国がフィンランドで、フィンランドに関する本を読んだり、フィンランドの話を聞いたりしているうちに、なんとなくですけど、なぜか自分に合ってるような気がしていて、ちょっと一度行ってみたいなって思っています。はい、長くなりましたが、Q&A 動画いかがでしたでしょうか？これからの動画は基本的に私は登場せず、イラスト中心になると思うんですけど、どんな人がこのコンテンツを作っているのか、少しでも知っていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。